今日はですね、こちらのドリップ用のコーヒーケトルについてご紹介していきたいと思います。コーヒーを自宅で入れるようになってから、2年ほど経つんですけど、その間にですね、コーヒーケトルがだんだんと増えてきまして、現在我が家にはですね、5つありますね。後でね、1個ずつ紹介していこうと思うんですけど、初心者の方が最初コーヒーケトルどうやって選ぼうかみたいなのって結構ね難しいと思うんですけど、コーヒーケトルの種類だったり選び方みたいなのをね簡単にお話ししたいなと思います。似たようなのがありますけど、それぞれね結構違ったりするので特徴とかお話ししたいと思います。まずですね、大きく分けて直火に対応しているものと電気式のもので、それ以外の非加熱式のものって3種類あります。で、我が家にはですね、残念ながら電気式のものがないので、ちょっとね、そこのお話はあんまりできないんですけど、直火対応がこの高広、ハリオ、カリタですね。で、うちで直火で実際使ってるのはこのハリオのだけで、これとこれは直火では使ってないですね。なんとなくですけど。これ単体でお湯沸かせないのが、これもカリタの、これはアダムエロペの別注モデルで、こちらが無印ですね。はい。で、電気式っていうのは、要はティファールみたいなお湯を沸かすポットと同じなんですけど、それがコーヒー用だともっと注ぎ口がね、こういう風にドリップに適する形になってたり、温度調整機能とか保温機能、タイマーとか、コーヒーを入れる際に役立つ機能がね、備わってることが多いですね。有名どころで言うと、ブリューイスタとか、電気式はですね、確かに便利なんですけど、値段は比較的高価かなと思います。あともちろん機械なので、故障する可能性もあるっていうのはありますね。ただね、やっぱりブリューイスタとかエペオスとかいろいろ出てますけど、やっぱかっこいいですね。やっぱり電気式のケトルはね、憧れるんで、いずれね、買うかなとは思ってます。で、次に直火式ですね。個人的にはですね、お湯沸かすときは一旦100度までしっかりね、沸騰させたいんですよね。これなんとなくですけど。で、やっぱ直火式のいいところは、もちろん電気式と比べて軽い、扱いやすい。で、壊れる心配も全然ないので、長く使えますよね。で、価格も一般的に電気式よりは安いものが多いかなと思います。で、後でお話しするんですけど、気化熱式だと別ではお湯を沸かしてお湯を移し替えて使うんですが、冬場だともう移し替えるだけでものすごい温度が下がっちゃうんですよね。で、その点こういう直火式とか、電気式もそうなんですけど、100度まで沸かしてそのまま使えるケトルだと、冬場だと、冷めることなく高温で入れることができるんですよね。例えば別で沸かして移し替えると、本当は94度で入れたいのに、移し替えた時点でもう92度に下がってるとか、そういうことがね、冬場はよくあります。温度調整機能とか、タイマーの話しましたけど、電気式のようにそういう機能がなくても、こういう温度計をね、このケトルの中に入れて使えば、全然温度測れますし、保温機能がないのはね、連続して何回も入れるときは保温機能があるといいですよね。確実にこの温度で入れたい、その温度を保ちたいとかあれば、絶対ね、電気の方がいいのかなと思いますね。非加熱のメリットといいますか、直火式も含まれますけど、軽いんですよね、もちろん。電気式と比べたら。なので扱いやすいというのと、ほとんど壊れる心配もなくて、長く使えます。非加熱だと、これものすごい小さいですよね。もう一杯用って感じですけど、これ無印なんですよね。で、似たようなのが、
ニトリとか、あとダイソーとかでもね、気軽に買えるんで、種類豊富で、価格的にも比較的に安くて、すごいいろんなところで手に入りやすいですね、このタイプは。デメリットというのは、さっきもお話ししましたけど、お湯を移し替えるので、冬場はね、94度で入れたい時とかにもうね、温度下回っちゃったりっていうことがありますね。デメリットはそれぐらいで、種類もね、豊富なんでね、いろいろ選択肢があると思います。じゃあ次に、注ぎ口の比較したいと思います。じゃあまず分かりやすいこの無印のケトルで入れていきます。このカーブ具合とこの細さでどんな感じになるのか入れていきますね。わかりますかね？こんな細いんですよ。もっと細く。こんな細くできます。で、勢いよくしようとしてもこれぐらい。全然細いですね。で、こんな感じで、すごい液面に近いところでこう、ぐるぐる弧を描くように入れることができます。こんだけね、近いと本当に粉が混ざらずに、粉が混ざりすぎると場合によっては過抽出になったりするので、そうしたくないときは、この粉に近いところで丁寧に入れる。それがね、このカーブで実現できるんですよね。こんな感じで。ものすごい近いところで丁寧に入れることができます。どんなに傾けてもこれぐらいなんで、ドバッとね、ミスって大量に出ちゃうということがないですね。はい。これはめちゃめちゃ使いやすいです。これはね、大きいのがあればいいんですけどね、小さいので本当にいっぱい用って感じですね。より細いこのケトル。ただ、ここはあんまりカーブしてないというこういうパターン。これで入れていきますよ。これは、こんな細い。どんだけ勢いよくしても、こんな細さで、こんな細くなります。でですね、粉に近いところで入れようとすると、ここだったら近くなるんですけど、この弧を描くようにすると、ちょっと高くなりがちかなっていうのが、当たりそうになるんでね、ここがね。ちょっと高くなりがちかなって感じはします。なので、攪拌させたいときは、全然いいですね。ちょっと高くなっても。で、細いんで、ぴったしで止めやすいんですよね。ここが。やっぱね、湯量が多いとぴったしで止めるのって難しいんですよ。少ない方がグラム見ながらぴったしで止めやすいですね。はい。次も細口の高広ですね。これはここのね、カーブに注目してほしいですね。あとこれフォルムがね、やっぱ美しいですね、めちゃめちゃ。これはね、すごいですよ。ものすごい低い位置でこう入れられるんですよ。わかりますかね？ここが当たりにくいんですよね、ここがこうカーブしてるから。なのでこう描いた時に奥の方もこの一定の高さ、低さで入れることができます。めちゃめちゃ丁寧に入れられます。で見ててわかると思うんですけど、ずーっと垂直なんですよね。勢いよくすれば多少は、でも、ほぼ垂直ですね。ほぼ垂直に落とせるので、めちゃめちゃ狙ったところに落とせます。これのコントロール力は本当にすごいです。これだと、垂直にもなるけど、すぐこう放物線を描いちゃう。いい悪いじゃなくて、そういう特徴って話なんですけど、全然ね、お湯の出方が違います。どういう入れ方をしたいかによって、ケトルを変えるのが一番いいのかなと思います。はい。これは、やっぱり、すごい高いだけのことありますね。ものすごい入れやすいです、これは。はい。これはですね、細くもできますし、
でも、傾けるとめっちゃ太くなるんですよ。なので、ここがね、傾き加減とかが慣れてなかったら、一気にドバーって出て、60g 入れたいところが急に80になったりするんで、そこはね、結構コントロールする力が必要になりますね。ただ裏を返せば、細くこう丁寧に入れることもできるし、ドバッとこう入れることもできます。はい、いろんな入れ方ができます。でこのカーブもね、ちょうどいいぐらいで、結構近いところで入れられますね。はい、高広ほどではないですけど、結構いいカーブしてます。はい。これはね、直火できるんで、めっちゃ冬場はこればっか使ってますね、正直言って。はい。こんな感じで今5つね、比較してみました。こんな感じでね、細く入れることも全然できます。ちょっとね、無印のよりは技術いりますけど、でも細くもできるし、こんな感じでドバドバーって太くもできるし、すごいオールラウンダーにね、これは活躍してくれます。最初の一つどれにするか、いきなりめっちゃいいのが欲しいのであれば、ちょっと奮発して高広。これはるかしずくってやつですけど、他にもいろんな種類出てるんでね。はい。いろいろ選択肢はあります。手軽に買いたいってなったらやっぱり、これとか、これとか、あと無印のは結構ね、どこでも売ってあるんで手に入りやすいですね。で、めっちゃ可愛いの欲しいってなったら、これでもいいと思います。レアですし、これ持ってたら、なんだこれってなると思います。このカリタのナイスカット G。これもね、アダム・ロペの別注モデルで、ちょっと暗いな。色がね、これ一緒なんですよ。めっちゃ可愛くないですか？お揃いにしてあって。なのでね、これをね、後で買ったんですよ。この色が可愛かったんで。インテリアとしてのね、そういうね、楽しむ側面もあります。コーヒー器具はね、置くだけでね、インテリアになるんで、めちゃめちゃね、部屋がおしゃれになります。あとね、この持ち手、とってもね、結構特徴あるんですよ。こう、斜めにこう、広がる感じですけど、高広だと、ここがキュッてなる感じで、持ち方がね、だいぶね、変わってくるんですよ。まあ、こう持つかなって感じですけど、人によってはこう持つかもしれないし。これはもう、これ一択ですね。これなんかすごい、グリップが効いて持ちやすいです。で、個人的に一番持ちやすいのはこのカリタ。なんかね、軽いんですよね、ここが。ここが空洞になってるからか。なんかね、すごい手にフィットします、これ。これは人によると思うんですけど、僕の場合はこれが一番なんか持ちやすいですね。なんでだろう。まあね、いろいろ種類ありますからね。とりあえずなんか一つ買ってみて、なんかこういう入れ方もっとできたらな、みたいなのがあったら、それに適したケトル買ってみたいな感じでもいいかなと思います。あとまあ見た目ですよね。いっぱいデザインあるんで、自分の好きな見た目で選んでもいいかなと思います。はい、そんな感じで。まあ僕もね、素人なんで、素人目線でのレビューになりますけど、こんな感じでね、いろんなケトル使ってます。まあ楽しいですよ。なんか、僕ガジェット結構好きなんで、集めるのがね、楽しいんですよね。今回はケトルの紹介でした。どうもご視聴ありがとうございます。